チーム作った時とか上司としても優秀だなって思うことが多いんでね。最近会社で後輩の指導係を任されたんですけど、どうも説明していてもうまく教えられなくてですね、困ってるんですよ。門司社長だと、今アップルさんで社員さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、いろんな方に教えたり指導してきたと思うんですが、教え方のコツとかってあったりしますか？いろいろやってきたけど無理に教える必要ないかなと。結局相手が必要としてる時とか困ってる時とか、意欲がない時に教えても大体右から左なんですよね。結局知識を詰め込むとかって向こうに詰め込む気がなかったらこっちの自己満なんで、だからあんまり教えることに重点は置いてないかもしれないですよね。向こうから聞かれたらそれに対して答えるの方が本当はいいですよ。だから多分教えるのが上手な人って、もちろんだから聞かれたことを答えるのが上手な人っていう意味にすると、もう客観的立場に立てる人だと思うんですよ。なんか相手が例えば入社何年目でどういうタイプの人間で今までどういう仕事をしてきて、どういう仕事のやり方をやっていて、で今何の仕事をしていてみたいなことを全部把握して相手の立場に立って、例えば女性と男性とかでも僕なんかでよくやるのは、野球やってた人とかには野球の例えとか、サッカーやってた人にはサッカーの例えとか、女子とかだと結構アパレル系とか化粧品とか旅行とかそういう話の例えとか、客観的に相手の立場に立って例え話とかなんか話の始まりとかをできる人が上手かなとは思いますけどね。確かに普段門社長とお話ししててもすごく例え話が分かりやすいっていうのが非常に聞いてても思うな、そういうのも普段から意識されて。そうですね、僕らもお客様商売しててすごく思うのは、伝えたか伝えてないかどうでもよくて、伝わってるか理解されてるかじゃないと結局トラブルになるんですよ。いかに伝わったか、それが内容が理解されているかっていうことを重要視するんで、だとすると説明の仕方ももちろんそうですし、説明するタイミングとかすごい重要だなと思うんですよね。そういう面では、例えば自分が何かを伝えたり、仕事を教えた人が、うまくなかなか成果が出なかったっていう時には、こちら側の伝え方にも何か問題があったのかな。そうですね。当然説明を受ける人にはちゃんと聞けよと言いますし、説明する人にはお前はちゃんと説明しろよともちろん言いますよ。言いますけど、極論は説明を受ける人、説明をする人、それぞれにおいては全部自分の責任だと思いなさい。伝わってなかったら伝え方が悪かった、悪いというよりかはもっとできたんじゃないかって考えなさい。で受け取りの方は自分が理解しなかったら自分の理解力が足りなかったとか、もっとこうする風にして理解すればよかったんだ、もっとこう質問すればよかったんだって考えなさいって言うんですけど、伝わんなかったら意味がないんで、説明したか伝えたとかは全部それも自己満じゃないですか。自分がやったって言いたいだけですよ。でもそれがお客様だって聞いてないって言われた瞬間に、私は言ったんですけどなんて言ったって火に油注ぐだけじゃないですか。そういうのを考えると、自分は言ったじゃなくて相手がちゃんと理解したかっていうのを考えて喋れたかって考えると、相手の立場に立って分かりやすいとかしないとダメですよね。ちなみにアップルさんでは今それぞれ管理職になられた方たちが新人教育、社員さん教育多分されてると思うんですけど、どういった風な指導をされてらっしゃるのかな、ちょっと聞きたいんですけど。でも今言った通りですよね。自分の主観とか固定概念を基本入れるなと言ってますし、根本的にはカルチャーブックとかにもあるんですけど、伝える伝えるの違いです。私はお客様に言いました。よく聞く言葉である。人はそれぞれの価値観で物事を捉え考え行動する。お客様からすれば従業員個人の価値観など知る由もない。伝えたと思っていても伝わっていないことはたくさんある。重要だと思って伝えたことも相手は重要だと思って聞いていなかったらすぐ忘れてしまうかもしれない。問題が起これば結果として伝わっていないということになる。伝えたということと伝わったということは違う。それを十分に理解し、どのようにすれば伝わるかを常に考え努力をしなければならない。もちろん自分が逆の立場であった場合は相手が伝えようとしていることを理解する努力もしなければならない。聞いたではなく相手が何を伝えたいのか理解する努力も必要だ。相手に伝わるべきことがしっかり伝わっていなければ相手の心は動かないよと、みたいな、僕らはそのお客様とやっぱり電話とかでよくやるので、やっぱ言った言わない結構起こるんですよね。それをやっぱいかに解決するかっていう中ではカルチャーとして伝える伝わるの違いみたいなのがやっぱ昔からずっとあって、これをもとになんか社内でもやっぱそういう会話がありますよね。根本はこれですね。
例えば対お客さんであったりとか、社員さんもそうなんですけど、相手に伝わっているかどうかの確認っていうのでどうすればいいのかなっていうのが。お客様はちょっとあれですけど、はい、社内だったら簡単ですよね。復唱してくださいっていうのと、はい、じゃあこの話を受けてあなたが何をしなければならないか教えてって。部下は大体これですよね。だから初級の部下の時はそう言いますね。例えば何か聞かれました、それってこういうことですよって教えました。そしたら復唱してって言うんですよ。今何を理解したか言って、俺が言ったこと復唱してと。で、若干ニュアンスとかやっぱ違うわけですよ。そしたらそれってこういうことだけど大丈夫理解してるみたいな、またここで分かるじゃないですか。で次にじゃあ教えたよねと。じゃああなたはどうすればいいんだっけと。教えてもらったことによって次からこの仕事のやり方はどうやるのって聞くんですよ。ちょっと面倒くさいですけど、このぐらいのコミュニケーションは適切ですね。実際理解をしてればその次に出てくる行動も適切なものが出てくると思うんですけど、そこで相手の理解度とそういったものがこう測れる、あとはプラスアルファで言うのであれば、相手の立場に立つっていうことも踏まえると、その相手がそれをやることによってとか理解することによってのメリットはくっつけて言いますかね。例えばこの新しい仕事します、いろいろマニュアルとか基準を見てやってみたけどこういうところがわからないんですけど、こういうところ教えてくださいって来た時に、説明して、なんだよこれができるようになったらもうあれだね、評判上がっちゃうねって、このペースでいったら来年はやばいな、抜かされちゃうかなみたいな、こういうふざけた話からこのペースで成長していけばね、こういうふうに評価も上がっていって、こういう機会が回ってくる可能性もあるよねとか。相手のモチベーションになるように添えて伝える、相手の立場に立ったら、自分がこれを教えられて学んだら、自分にどんなメリットがありますかみたいな話じゃないですか。極端な話、この仕事を覚えたらちゃんと完璧にできるようになったら、今これに20分かかってるんでしょと、15分になるよと、10回あったら50分短縮だよと、絶対残業なくなるじゃんみたいな。なので最初の話でいくと、教えるというところに立っては客観的に相手の立場に立つと、それに限るかなと思いますし、あんまり教えるというよりかは、教えるのが上手の手前はやっぱ気づかせてあげられる人が教え上手だったりするかなと思うんですよね。先ほど言ったように、こっちからおせっかいじゃないけど教えてあげようっていうのは結局自分本位になっちゃうんで、結局自分が必要としてなかったらみんなあんま聞いてないんですよ。それを聞け言ったところでクソ真面目な人じゃなければって感じだと思うんですよ。だから大体の人は聞いてないんです。それで教えたってこっちも時間の無駄じゃないですか。なるべく言うんじゃなくてやっぱ聞きに来るという風にするのが上手な人は教えるの上手だなというよりかは、結局教えるのも成長させたいからだし結果出したいからなんで、チーム作った時とか上司としても優秀だなって思うことが多いんでね。あとはそういう風な聞きに来れるような環境とか、もしくはこっちが何かを言った時に素直に相手が一旦受け入れてくれるかっていう環境を整えておくっていうことがめちゃめちゃ大事で、関係性が悪ければ究極ですけど嫌いな相手からの話は全部聞いてないんですよ。あとは仲良すぎても上司と部下とかだったら立ち位置をちゃんと分かってないと真面目に話聞かないんですよ。上司の話を聞くときにはもうすぐピッてちゃんと聞こうっていうプリセットの位置関係をやっぱりちゃんとしておかないといけないと思いますし、上司とかもやっぱりその人がどういう今仕事をしてるかとか普段からの声掛けとかも含めて本人の状況とかを把握するということも結構大事なんですね。とにかく教えるのが上手な人は相手の立場に立てる人だと。例え話とか相手のメリットとか相手に合わせてちゃんと話せる人がとにかく教え上手だと思いますし、ちょっと違う観点からいけば気づかせてあげる人とか普段からの環境を整備しておけてる人というのは上司としても教える人としても上手だなと思います。確かに今お話聞いてて、優がどうしても先行してしまいがちだなと、誰かを教育しなさいとか指導する立場ですよとかって言われてしまうと、なんか言わなきゃって思っちゃうんですけど、聞きに来れれば環境を作るであったりとか、聞きに来てもらった時にしっかりと相手に伝えられるような教え方そうですけど、相手に気づかせる立場なんだっていうのはすごく新鮮で、すごく勉強になりました。このチャンネルでは現場の様子、社内イベント、研修、ビジネスで役立ちそうな知識等々さまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またこの動画もぜひいいねをしていただけると嬉しいです。Apple では共に働く仲間、共に日本一を目指す仲間をいつでも募集しておりますので、ぜひご興味あればご連絡ください。ありがとうございました。